都知事選で桜井誠氏が前々回10万票、前回17万票で全く勝てない票数でありますが、韓国メディアでは韓国に敵対的に思っている人が17万人もとかなり多く報道されそうです。日本メディアでは全く報道しないこの姿勢どう思われますか？どうでもいいからじゃないですか。それ言ったら外国人、ガーシーさんみたいな犯罪者の人もそれなりに票を得て国会議員になったりするので、なので変わった主張をする人が面白がられて票を受けるというのは普通に成立する話なので、桜井誠さんもずっと票は受け続けると思いますけど、でも当選することはないので、そういうビジネスなんじゃないかなと思いますけど。だからどうなんだろうね。いやー、小池さんに投票するのは蓮舫さんに勝たせたくないからであるっていう人って結構いるんですよ。で、これがね、結構僕、日本人の考え方の良くない考え方だなと思っていて、蓮舫さんを当選させたくないのは分かりました。であれば、自分の本当に当選させたい人に票を入れるべきなんですよ。要するに、現段階のメディアがもう4人に決めちゃってるんですよ。小池さん、蓮舫さん、田上さん、石丸さん、この4人しかメディアに出ません。なので、この4人にしなければいけないという縛りを勝手に日本人で自分たちが決めつけちゃってるんですよ。なので、その結果、じゃあ、蓮舫さんを当選させたくないんだったら、小池さんになっちゃうよねっていう考えを持つ人が多数派なので、結果として、小池さんに投票したい人が少なかったとしても、反蓮舫さんだから小池さんということになってしまって、本当に当選させたい人を当選させない日本人の割合が増えちゃうんですよ。なので、当選させたくない人は置いといて、一番当選させたい人に投票しようっていうのが増えると、本当に東京をこうしたいよねって言った人が票を受けることになるので、結果としては長期的には本当に当選させたい人が多く票を受けて当選するという構造になるんですよ。でも今の中、例えばじゃあ桜井誠さんを当選させたいと思ってる人がいたとして、でも桜井誠さんに投票しても受からないから、蓮舫さんを落とすために小池さんに投票しようとなったら、桜井誠さんは永遠に受からないんですよ。でも、桜井誠さんに入れたい。なぜなら俺は桜井誠さんを当選させたいから。じゃあ周りでも、桜井誠さんこんないい人やってるんだよ。だから桜井誠さんを当選させようぜ。っていうので、どんどんファンを増やして、自分も運動員をやって、選挙活動も手伝うっていうなって、桜井誠さんが30万票、50万票で、多分80万票までいくと受かる可能性があるんですよ。2択、3択であるって考えると、300万票小池さんが取ってるから、300万票いかなきゃ受からないよねって見えるんですけど、これは、蓮舫さんを当選させたくない人は小池さんに入れるべきであると考えている限り、小池さんが増えちゃうんですよ。でも、どんぐりの背比べになって、本当に小池さんがいい人で信じて政治家にしたいと思う人が何人いるかっていうと、多分300万いかないんですよね。で、蓮舫さんも多分同じ構造になってて、反小池さんの人が今、蓮舫さんに入れる構造になってるんですよ。なので、純粋に蓮舫さんに入れたいよねって思ってる人が、本当にそんなにいるのってなると、実はそんなにいないんですよ。で、じゃあ国民民主党とかも小池さんを応援するみたいになってると思うんですけど、国民民主党の支持者も別に小池さんを応援したいと思ってる人そんなにいないと思うんですよ。多分、この国民民主党も、じゃあこの政治家がいいよねっていうのを自分で立ち上げたらその人に票がいってたと思うんですよ。なので、多くの人が自分が本当に投票したい人に入れるという構造にして、どんぐりの背比べにすると、多分100万投票に行くかどうかぐらいの80万票ぐらいのどんぐりの背比べの状態で受かる可能性があるという構造に持っていった方が、本当にこの人受からせたいよねって思う人が受かるという構造になるので、なので僕はもし桜井さんがいい、で、蓮舫さんが良くないと思うのであれば、僕は蓮舫さんを落とすために小池さんに入れるではなく、桜井誠さんに入れるという方がいいんじゃないかなと思ってますけど。なので、あいつを落としたいから足を引っ張るっていう、そういう考え方って、結果として自分が当選させたい人が受からないということになるので、なんか構造としてはずっと遠回りでうまくいかないんじゃないかなと思ってるんですけど、少子化より高齢者が今まで頑張ってくれてましたよね。もちろん、今までの日本を作り上げたのは高齢者の人なので、高齢者の方々ありがとうございます。でも、これからの日本のために、これからの投資をしなければいけません。なので、高齢者を優遇することは残念ながらできません。今までありがとうございました。でも、日本のお金というのは、今後の未来のために少子化対策に使いますって話だと思います。過去に感謝をすることと、未来に投資をすることって全然別の話なんですよ。高齢者の人たちが今まで頑張って日本を支えてここまでいい国にしてくれました。これは正しい。本当にそうです。ありがとうございます。でも、新しい日本の、これからの日本のためにどうお金を使うかは別の話です。っていうところで、なぜかそれをごっちゃにしちゃう人って結構日本多いんですよね。
ひろゆきさんが仮に都知事として少子化対策で確実に成果を上げるとしたら、どのような政策を実行しますか？結婚して3年以内に子供を産んだら、大学の奨学金をタダにするっていう。基本的にその収入の多い人が結婚してるっていうのはあんまり変わんないんですよ。20代で年収600万とか700万超えると、確か700万超えると結婚率ね、90%いくんですよ。で、600万ぐらいで70%超えるのかな、20代で。なので、年収高い人は結婚しているというのは基本変わらないんですよ。で、じゃあ年収低い人がなぜ結婚できないかっていうと、お金がないと大変だよねもあるんですけど、お金を稼げる予備軍の人たち、大卒の人たちも、今の日本の大学生って50%の人が奨学金もらってるんですよ。で、奨学金でだいたい300万円とか400万円とかの借金っていうのをしてスタートするので、1人で300万持ってますと。で、結婚すると世帯当たり借金600万円になっちゃうんですよ。したら、借金返してからじゃないと、これから子供産んで、子供の世話にお金かけて、で、やっぱ2人とも働くことはできないので、どっちかが休んでってなっちゃうと、収入も減って、お金も返さなきゃいけないから、これ難しいよねってなっちゃうんですよ。なので、子供が生まれたら、もう奨学金返さなくていいっすっていう制度にしちゃえば、もちろん育てるならね、産んで里子に出しましたからダメだよ。なので、産んでしまったら、その世帯600万円の借金がチャラになりますよってなると、じゃあとりあえず結婚してみようかと。で、結婚して毎月の返済が2万円とかあったら、最初の3年間は2万円は払わなくていいですと。じゃあとりあえず結婚しちゃうと、毎月2万円の借金返済をしなくてよくなるんですよ。なので、結婚するだけでまずメリットあるじゃないですか。割と皆さん見過ごしがちなんですけど、少子化って言うんですけど、結婚をしてる世帯の子供を持つ人数自体は、実はそんなに変わってないんですよ。結婚する人数が減ってるから子供が少ないんですよ。なので、結婚させると、大体子供を産むんですよ。大体みんな好きじゃないですか。そういった、布団の上で行うスポーツが。なので、結婚すると、大体の人は心置きなくそういうスポーツをされて、で、その結果、子供が生まれてしまうんですよ。結婚して同じ屋根の下にいて、そういったスポーツをされないっていう人ってあんまりいらっしゃらないので、なので、大体の人はね、ナイトスポーツに励むことになるんですよ。お金もかかんないしね。なので、結婚させて、で、もともとそんなに借金をっててお金がないんだったら、部屋も狭いので、もうお金もないから、じゃあナイトスポーツするかみたいなことになって、だいたい3年ぐらいあると、子供生まれちゃうんですよ。で、子供生まれると、借金チャラなんですよ。そしたら600万円をこれから稼ぐって超大変だけど、子供産んだらもう払わなくていいのってなるじゃないですか。で、そうすると、じゃあ例えば年収300万円、年収300万円の2人が結婚したとして、1人はじゃあ子育てで働けなくなりましたって言っても、もう借金ないんだったら、300万円とパートで150万円で450万円で、あとそれなりの補助金とかあると、じゃあ別に3人でも暮らせるようになるよねっていう構造になると思うので、なので結婚した人に大学の奨学金を返さなくてよいっていうのは、ハンガリーもやってるんですよね。ハンガリーが移民比率がだんだん多くなってて、なるべくハンガリー国籍を持ってるハンガリー人を増やそうっていうのをやっていて、で、そこの大学の教育にかかる借金を帳消しにするっていうのもあったりするので、なので他の国でやってるそういう制度というのをちゃんと使えばいいんじゃないかなというふうに思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。